メタン、大変なのだ。僕、究極の真理に気づいちゃったのだ。あら、また突拍子もないことを言い出したわね。その究極の真理とやらは一体何かしら？ズバリ、この僕こそが宇宙の中心で、僕の魂は永遠不滅。死んでも僕はとして生まれ変わる主役中の主役なのだ。相変わらずの自信家ね。でも残念ながらお釈迦様はその考えを真っ向から否定しているわ。私なんてものはどこにも存在しないってね。僕はここにいるのだ。触れるし、喋ってるし、枝豆も食べてるのだ。それが無我という仏教の革新的な教えよ。今回はなぜお釈迦様が永遠の魂を否定したのか、そして私がいないとはどういうことなのか、わかりやすく解説してあげるわ。インドの常識を破壊した無我の衝撃。お釈迦様が生きていた時代のインドではアートマンという考え方が主流だったの。これは肉体が滅びても変わらない永遠の本当の自分という魂のことよ。そうなのだ。僕の中にもキラキラした僕の魂があるはずなのだ。でもお釈迦様はこう考えたの。もし本当に自分と言えるものがあるなら、それは自分の思い通りにコントロールできるはずだって。コントロール？そうよ。病気になるな、老いるな、悲しむなって命じてその通りになる。無理なのだ。僕だってお腹はすくし眠くもなるのだ。そうでしょう。体も心も自分の意志とは無関係に刻一刻と変化し続けている。どこを切り取っても変わらない固定された自分なんて見つからない。だからお釈迦様は永遠の魂なんて妄想に過ぎないと結論付けたのよ。変化し続けるから固定された自分はいない。でもじゃあ今喋ってる僕は一体誰なのだ？私はパーツが集まっただけの仮の姿。お釈迦様は人間を5つの集まりとして説明したわ。これを五運というの。体、感覚、イメージ、意志、そして意識。これらが複雑に組み合わさって一時的に機能しているだけなのよ。5つの集まり？それって僕はプラモデルみたいなものなのだ。例えるなら車に近いわね。タイヤがあってエンジンがあってハンドルがある。でもそれらをバラバラに解体した時、どこに車という実体があるかしら？部品があるだけで車という魔法の何かがあるわけじゃないのだ。その通り。部品が特定の組み合わせで集まった状態を便宜上車と呼んでいるだけ。人間も同じよ。いろんな要素が集まって流動的に動いている状態を仮にずんだもんと呼んでいるに過ぎないの。僕はただの現象だったのだ。なんだか急に自分が捨ててきたような気がするのだ。私を捨てるとなぜ幸せになれるのか。ショックを受ける必要はないわ。むしろ私というこだわりを捨てることが苦しみから逃れる唯一の道だとお釈迦様は教えたの。どうして私がいない方が幸せになれるのだ？自分のことは大事にしたいのだ。私たちが苦しむのはこれが自分のものだ、これが自分だと執着するからよ。自分の人気、自分の財産、自分のプライド。でもそれらは全て変化して消えていくものでしょう。確かにエゴさして悪口書かれると僕のプライドがボロボロになるのだ。それは自分という固定された実体があると思い込んでいるから傷つくの。自分なんてものはただ流れる川の水のようなものだと思えば、何かにしがみついて苦しむ必要もなくなるわ。なるほど。私という檻から自由になれるってことなのだな。そう。無我を理解することは世界との境界線をなくしてもっと軽やかに生きるための知恵なのよ。まとめ。さてずんだもん、私なんて存在しないという話、少しは腑に落ちたかしら？まだちょっと不思議な感じだけど、僕が宇宙の主役じゃなくてもこの流れの一部だと思うと意外と悪くない気分なのだ。いい傾向ね。自分はこういう人間だっていう思い込みが自分を縛っていることもあるわ。変化し続ける今の瞬間をただ受け入れればいいのよ。よし、僕も今日から無我の境地で執着せずに枝豆を食べるのだ。それはただの食いしん坊なだけな気がするけど、まあいいわ。皆さんは自分の魂をどう考えていますか？本当に変わらない自分なんて存在するのでしょうか？今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは宗教にまつわる情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。世界の宗教に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。